いやー、AI ブームすごいですよね。世界中がこの話題で持ちきりですけど、でも、ちょっと待ってください。この AI って一体なんで動いてるんでしょうか？そう、物理的なもの、つまり半導体ですよね。今日はその AI 革命をまさに陰で支えている、ある日本の会社にスポットライトを当ててみたいと思います。AI っていうと、どうしてもソフトウェアとか目に見えないクラウドの世界を想像しがちじゃないですか。でも、その全部を動かしているのは紛れもなく物理的なハードウェア、つまり半導体チップです。じゃあ、その物理的な土台を築いているのは一体誰なのか。ここから今日の話は始まります。その答えの一つが、今日主役の JX 金属なんですね。彼らは AI チップを作るときにものすごく薄い金属の膜を作る必要があるんですけど、そのための材料、スパッタリングターゲットっていうのがあるんです。これでなんと世界シェアの 64% を握ってるんですよ。もう AI チップの性能を左右する心臓部と言っても過言じゃないです。この数字だけでも彼らがいかに重要な存在かなんとなくわかりますよね。さて、じゃあその実力は本物なのか、数字を深掘りして見ていきましょうか。決算の数字ってパッと見だけじゃわからないことが多いですからね。その裏に隠された本当の成長ストーリーをこれから一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらが最新の決算報告で発表された営業利益の成長率です。プラス 2.8%。まあ、プラスではあるけど、正直 AI ブームの勢いを考えると、ちょっと物足りないかなって思いませんか？でも、ここからが面白いんですよ。実はこの数字には、鉱山を売ったりとか、会社を買収したりとか、そういう一回きりの特殊な要因が全部入っちゃってるんです。つまり、これって彼らの普段のビジネス、本業の強さをストレートに表してるわけじゃないってことなんですね。じゃあ、その特殊要因を全部取り除いたらどうなるのか。それがこちらです。なんと、プラス 28%。全然違いますよね。10倍ですよ、10倍。これこそが AI ブームの追い風を全身で受けている彼らの本当の実力、本当の姿なんです。いやー、28%はすごいですよね。じゃあ、この驚異的な成長の裏には一体どんな戦略があるんでしょうか。彼らがどうやってこのビッグウェーブを掴んでいるのか、その勝利の方程式を解き明かしていきましょう。彼らの戦略はですね、すごくわかりやすくて、2本柱で成り立っています。いわばアクセル全開の攻めと、足元を固める守り、この両方ですね。まず攻め。これが高収益が見込める半導体とか、そういう最先端の材料にぐっと投資を集中させるフォーカス事業です。まさに AI の波に乗るぞと。で、もう一方の守り。これが従来の金属事業を今すごく大事になっているレアメタルのリサイクルなんかにシフトさせて安定した収益源に育てていくっていう賢い最適化ですね。じゃあ、具体的に何やってるのっていうと、例えばこれからのデータセンターとかに絶対必要になるインジウムリン基板っていう材料があるんですけど、その生産能力をいきなり5割もアップさせるための投資を決めてるんです。他にも新しい工場を建てたり、次世代チップ向けの材料供給を強化したり、未来の需要をしっかり見越して今大胆に動いているわけです。なるほど、すごい投資をしているのは分かったと。でも、それって一過性のものじゃないのって思いますよね。なぜ彼らの成長が持続可能だと言えるのか。その秘密を解き明かすキーワードが経済的な掘りです。経済的な掘り。なんて言うと難しく聞こえるかもしれませんけど、要は他のお城が攻めてこれないように、お城の周りに作るお堀のことです。ビジネスで言えば、ライバルが簡単に真似できない圧倒的な強みのことですね。これがあると、会社は長く利益を守れるわけです。じゃあ、JX 金属のお堀は何か。まず一つ目が、これです。圧倒的な市場シェア。見てくださいよ、これ。スマホとかに使われる圧延導波空で 78%。さっき出てきたスパッタリングターゲットで 64%。もうほとんど独占状態じゃないですか。ここまでシェア持ってたら他の会社はなかなか入ってこれないですよね。これものすごく深くて広いお堀です。でも彼らのお堀はそれだけじゃないんです。もっと強力なのがこの高いスイッチングコスト、つまり乗り換えにくさですね。
例えば、皆さんがずっと使っているスマホの OS をいきなり別のものに変えるのって結構大変じゃないですか？データ移行したり、使い方を覚え直したり。あれと似ています。半導体メーカーは一度 JX 金属の材料を自分たちの製造ラインに組み込んじゃうと、それを変えるのはめちゃくちゃ大変なんです。全部設定し直しで失敗したら何億円も損するかもしれない。だからよっぽどのことがない限り他の会社に乗り換えられない。これぞ顧客をがっちりロックする鉄壁のお堀ってわけです。とここまで良い話ばかりしてきましたけど、もちろん良いことばかりじゃありません。投資を考える上ではリスクもしっかり見ないといけないですよね。ちょっと冷静になって潜在的な逆風も見ていきましょう。この表ちょっと見てください。彼らのビジネスがいかに世界経済と直結しているかが一発でわかります。例えば、為替がたった5円円安に動くだけで利益が25億円も増えたり減ったりする。銅の値段も同じです。これって自分たちでコントロールできない外部の要因に業績が大きく左右されるっていうことなんですよね。じゃあ、具体的に投資家として何に注意すべきか。ポイントは大きく3つあると思います。まず1つ目は、本当に作れるのっていう実行リスク。AI チップの需要は爆発してるけど、それに合わせてちゃんと製品を供給できるのかっていうことですね。2つ目は、AI 一本足打法で大丈夫っていう集中リスク。今はいいけど、もし AI サーバーへの投資がスローダウンしたら、一気に業績が落ち込む可能性があります。そして3つ目は、足元の話。昔からの銅の事業の景気が悪くなると、会社全体の足を引っ張っちゃうかもしれないっていうリスクですね。さあ、ここまで強みとリスク、両方を見てきました。これを全部踏まえた上で、いよいよ本題です。JX 金属、2026年に向けて投資すべきなんでしょうか？強気と弱気、両方の意見を天秤にかけてみましょう。その前にまず、市場のプロ、アナリストたちがどう見てるかちょっと覗いてみましょうか。アナリストたちの評価を平均すると答えは買い。目標の株価も今の価格より高い水準に設定されています。ふむふむ、市場はかなり期待しているということですね。はい、これが今回の分析のまとめです。強気の理由と慎重になるべき理由。強気派はもう AI という巨大すぎる追い風と JX 金属が持つ圧倒的な競争力。この組み合わせは最強だと見ています。一方、弱気派は、いやいや、言うは優しで、実際に生産を拡大するのは大変だし、AI ブームがいつまで続くかわからないよーと冷静に見ています。皆さんだったら、この天秤、どっちが重いと感じますか？結局のところ、JX 金属は今、ものすごく大きな変化のど真ん中にいるんだと思います。昔ながらの金属会社から AI 時代を動かすハイテク素材の巨人へと、まさに脱皮しようとしているわけです。だから2026年に投資すべきかどうかの確信はたった一つです。この壮大な変革を彼らはやり遂げることができるのか。この答えをどう読むか。それが JX 金属の未来、そしてもしかしたら僕たちが使うテクノロジーの未来を占う鍵になるのかもしれませんね。